テレビの CM で知名度の上がった奥島区の島ブルーは一年中綺麗なブルーではなく、雪解け水の入り込む春が一番綺麗なブルーになります。奥島湖の手前には島湖があり、こちらもエメラルドグリーンの綺麗な湖で、どちらもカヤックやサップの持ち込みが可能で無料で利用できます。ただ奥島湖は入湖届が必要で、土日祝日の利用はできません。詳しい利用案内は以前の動画やブログで紹介していますので、そちらをご覧ください。島湖も奥島湖も小さな湖で、一周しても1時間ぐらいでゆっくり回れるので、今日は両方の湖でカヤックを漕いできました。島湖のダムの上は軽自動車の通行は可能です。だいぶ狭いのですが、通る車もあります。島湖には7時半に到着し、湖畔でカヤックの組み立てをしました。連休明けの平日なので、カヤックやサップの人もまばらです。島湖はほとんど波もなく、いつ来ても穏やかなので、サップの人にもとても人気です。キャンプ場もオープンしていて、泊まってゆっくり遊ぶ人も多いようです。特に目を引くような景色はありませんが、木陰や花も咲き、小さな滝もあり、涼しく過ごせます。いつも浅い川を漕いで上流まで行きますが、今年は上流の景色が一変していました。数年前の夏は子供を連れて川流れなどをして遊びましたが、その時とはだいぶ違います。上流の岸辺で休憩しても10時には片付けも終わり、奥島湖に向かいました。島湖から奥島湖まではとても近く、車で15分ぐらいで着きますが、湖は一方通行のため、ダムの手前の駐車場に車を止め、歩いて手続きに行くのが早いです。詳しい利用方法はこちらのブログと動画にありますので、よかったらご覧ください。この時期の奥島湖は水位も高く、水もブルーでとても綺麗です。周辺は秋の紅葉も綺麗ですが、昨年の秋は水位もこんな感じで、入湖申請は出しましたが、結局漕ぎ出すのは諦めました。今回は満水なので、門のすぐ下から乗り出せます。今回初めて知ったのですが、湖は時計回りの一方通行になっているそうです。ダム方面は何もないので、対岸に向かい2つの沢を回ってきます。この水没林は過酷な環境に置かれていますが、毎年青葉が芽生え元気です。秋の時はこのような状態なので、春の水位がこんなに上がるのがよくわかります。沢に入ると小さな滝もあり、水も透明になります。小さい湖なので、2つの沢を行き詰めても1時間もかからないので、しばらく水没林の周りをプカプカして帰ります。帰りは途中にある清流の湯がおすすめです。